拓蔵です。今日はですね、この分けとく山の永久保存レシピの中からですね、生姜焼きを作りたいと思います。生姜焼きですね。一般の家庭によく出てくる料理なんで、みんな結構大好きなんじゃないかなと思うんですけど、材料を見る限りですね、超簡単なレシピですね。はい、お肉と酒、みりん、醤油、おろし生姜があれば基本できるというもので、なんですけど、ちょっと僕これ自分でちゃんと作ったことなかったんで、今回ちょっと作ってみようかなと思いました。はい、従来の作り方では生姜醤油につけておいてから焼くことが多いこの料理。しかし肉の旨味と生姜の香りどちらも生かすには、肉をちょうどよく焼いたところに生姜醤油をさっと絡ませるのがおすすめです。短時間で火を入れて柔らかく焼き上げるのがポイントです。はい、ということですね。なんかさっと柔らかく焼くとかですね、短時間で火を入れて柔らかく焼く、そんなところがポイントなので、この辺を失敗するとちょっと硬いお肉になっちゃったりとか、するんじゃないかなと思ってます。ちょっと注意しながら、作ってみたいと思います。
がでしたでしょうか。ですね、非常にシンプルな、レシピなので、基本的には大きな失敗っていうのはなかったんで、美味しく食べることができました。ただですね、今回、お肉のチョイスをですね、失敗してしまいました。レシピでは、薄切りの肉を使うというふうに書いてあったんですけど、若干厚手のお肉を選んでしまったんですね。なので、漬け汁の漬かりがですね、やっぱりちょっと分厚いだけあって、その辺の漬かりが甘くてですね、意外とあっさりした味になっちゃいましたね。なので、ちょっとやはりこのポイントではあったと思うんですけど、薄切り肉を使うときは、しっかり味染み込ませて短時間で火を入れて柔らかく焼き上げるっていうのがポイントだったので、そこをしっかり、しきれなかったのがちょっと、うまくいかなかったところかなと思っています。なので、シンプルなものなんで、そこの材料のチョイスですね。ちょっと安いからとか、そういう風な選び方すると、想定通りの、ものにならないっていうのが、ちょっとわかる感じになっちゃいましたね。で、厚切りのお肉で生姜焼きをやりたいという場合は、同じこのレシピの中にですね、厚切り肉を使った場合の焼き方とか、調理の仕方っていうのが書いてあります。この方法で実は残ったお肉でですね、焼き直してみたんですけど、こっちの方が味がしっかりついてて、美味しく食べることができたので、そのお肉の見極めというか、そういうのもすごく重要なんだなっていうのが、分かりましたね。あんまりそういうのを考えたことなかったんですけど、もちろん美味しいお肉のが、いいと思うんですけど、ちょっとその辺は、注意していきたいなと思いました。ということで、他細かいアドバイスとかも書いてたりするんで、この辺もなんか調理した後に気づいたりするので、2回目以降ですね、またこういうとこを意識しながらやるとどんどん美味しくなるんじゃないかなと思います。ということで、皆さんもぜひ、チャレンジしてみてください。ではまた。